こんにちは、ラムールソーイングクラブです。前回のですね動画ちょっとね暗くて見にくかったと思います。大変申し訳ございません。ちょっとまだまだ未熟感満載ですけどね、以後気をつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして今回はですねまたユニクロのねリメイクということで、ユニクロもね秋のね素材になってきました。今回は、ソフトニットフリースって言いましてね、ちょっとねこう秋のねあったかい素材です。こちら使いましてね、リメイクしたいと思います。ソフトニットフリースクルーネック T シャツですね。長袖、カラーはね秋らしいパープルのねカラー買いました。素材はポリエステル 95%、ポリウレタン 5% ですね。そして、価格ですけれども、1990円ですね。サイズはねちょっとゆったりめの M ですけどね、今回ちょっとゆったりしたねシルエットにしたいと思ってますので M サイズ購入しています。それではスタートしたいと思います。まずですねちょっとこの襟の方ですねちょっとほどいていただきたいと思います。今回ねこのね襟ぐりのこの生地もね使いたいと思ってますので大変ですけどもねほどきます。そしてこのね取った襟なんですけど、こちらのねこう輪になってるこの継ぎ目ですね、こちらもほどきます。次はですね、襟取りました。次はですね、前後のね中央に印したいと思いますので、まずネックの方ですねこう合わして留めます。そして裾の方ですね、裾の方をこういうふうに合わせてください。でちょっとここはね分かりづらいですけど、こういう感じで脇の縫い目もちょっと合わせておいてください。まずね前の方ですねちょっとこういうふうに整えまして、ちょっとね下たぐってないかですねちょっと見といてください。ですね。でちょっとねニットなのでね生地がね伸びると思いますので、自然にねこう合わせまして中央のところに印入れます。次に後ろの方ですね、後ろも同じようにですね、後ろの方も同じようにちょっとね7、8センチ下あたりね中央線ということでね印しておいてください。そして前中央はですね上からですね、縫い代も含めた上からですね 5.5 のところに、印しておいてください。横にですね印しておいてください。で後ろの方はですねこれはまっすぐに印しておいてください。そして次はですね前中央と後ろ中央ですね、ちょっとこういうふうに持ちまして襟ぐりがですね真っ二つにね左右でね対称になるようにですねこう揃えてみてください。ですね。で縫い代もですねちょっとこう広げます。そしてこのね肩の縫い目のところで 3.5 センチのところに印入れてください。そして前中央からですねちょっと直角にこう入るような線で少しここ出しまして、これ2枚はねちょっとここでね重ねておいてください。そしてですね少しこう丸くなるような感じで、横長のねこう丸になるような感じでねちょっとこういう感じで描きます。
ちらは少し斜めにこうなるような感じでこういう風にね描きます。でここはあまりね下げたくないので 1.2 ぐらいの感じになってると思います。ここですね、後ろ中央 1.2 ぐらいの感じになってると思います。そしてこちらを切ってください。それからですね、次は後ろ中央のところですね。この中央から2センチで印して、中央に向かってタックを畳んでください。こんな感じですね。次に見返しを取ります。前中央ですね。5センチ幅でね切っています。このねちょっと粗立ちになってますが10センチぐらいのところでカーブでカットします。ですね。この辺10センチですね。こんな感じでこちらカットします。ちょっとこれ不白のね生地使ってますけども、ちょっとしっかりめの不白でねいいと思います。ちょっとこの見返しのね布に、薄いね接着芯貼ります。樹脂がね裏についてまして、こうねアイロンで接着できるものです。でその次ですが、前のですねこの5.5 をね印したところの裏側ですね、ちょっとここも印してますが、切り込み入れますのでね、ちょっと力芯貼ります。今回はこういったニットの、伸び止めテープね、テープ状のもので 15mm のものを使っています。次にですね、この見返しですが印したいと思います。まず真ん中のところね、こう半分に折って線を描いてください。その次ですが、下からですね、このカーブの丸いところから3センチのところに印入れます。そして上に 5.5 のところ印入れます。で 5.5 のとこね、この中央から3、4ミリぐらいのとこね、こう印入れまして、少し斜めにですね、カーブ斜めに直線描きます。そして角の方はこう丸く描きます。で反対側も中央を対象にして同じような線の描き方になります。ですね。こんな形になります。3センチで 5.5 上ですね。でここちょっと余分なんですけども、身ごろに合わせてから切れ揃えたいと思います。で身ごろの方ですが、中央のところ線入れまして 5.5 センチのところ印して、裏側には力芯貼っています。で中表にこの見返しとね 5.5 のところとこう合わせます。そして、ちょっと確かなんか入れていただいて、中央のところですね、中央線と、見返しの中央のブルーの線ですね、こう合わせます。でピンでつけまして、で少しですね、この身ごろのね線のところぐらいで少し多めにカットしておいてください。こんな感じです。
そしてこちらをですねミシンでぐーっといきます。ちょっとこうなってたのをハサミで切ってこう表に返しましたらこんな形になります。補強のためにですねこう端ステッチですね、端ミシンにしたいと思います。次にですねこの端からですね9センチのところに印します。そしてこちらですね8ミリのところに、ギャザーミシンでねちょっと目の大きい目でですね返し針なしでですね走ってください。後でね引っ張りますのでね糸長めにねちょっと残しておきたいと思います。でこの見返しはですねちょっと硬くなるので外しておきます。そして次ですが、後ろのねこのボックスタックね取ったところですね、こちら5ミリぐらいのところですね、仮留めミシン走っておいてください。その次ですがこの襟ですね、これ外した襟ですけれども、こちらこういうふうにねこう折れて使ってますけども、こう反対折りしましてこの端からですね8ミリぐらいのところねミシンで走ってください。そしてこういうふうにですねぐるっとね返しておきます。こういう形ですね。もう片方もね同様に行ってください。はい、次にですがこちらね9センチ印したところですね、これちょっとギャザーミシン走ってもらいましたのでこれを引っ張ります。そうですね。そしてちょっとね、この中が 5.5 になるようにちょっと縮めてほしいんですけれども、ちょっと逃げますのでね少しこう結んでおいてください。ちょっと糸が短くてこんな感じで結びましたね。でこれでちょっとこっちが固定されたので次ここね 5.5 になるような感じにですね 5.5 になるようにですねこちらもこう結んでおきます。もし結べれなかったらそれはちょっとぐらいずれてもいいのであんまり厳密じゃなくても大丈夫です。これで結んでおきます。ある程度ねこう動かなくなる感じでこうですね。でこちらで、5.5 のにねこうなってますのでこれなるべくキープということでですね。でまたこの襟ですが襟はこういうねここ縫ってもらったのを半分にこうそっとですねあんま引っ張るところ伸びますのでね半分にこう折っていただいてここに印をつけてください。半分の1ですね。そして、後ろ中央からですね後ろ中央はここのねこのちょうど半分の1したところなのでこういう形で中表に合わします。でその次ねこうきましてねこうねじらないようにね注意していただいて
で前の方にこう来ますね。前はこことこここうねつながるような形になりますので、前のところもこう合わせていただいて、ここも留めます。そして襟はねこう引っ張ってねこうつけるんですけど、せっかくこのね縮めたところは伸ばしたくないのでね、この前のね 5.5 の距離だけはね縮めないように伸ばさないようにして合わせます。こんな感じですね。それから次ですね、ここの部分はちょっと伸びた感じで来たらちょうどいい感じになるのでね、ちょっとこう引っ張ってですね、引っ張る感じでこうやって合わします。引っ張る感じですね。この辺ですね。で刀の意味は、後ろに倒しておいてください。これ後ろになってます。でここで留めます。でここもですねちょっとこれは伸ばしてつけますのでね、こういう感じですね。で同じようにですね反対側もね合わせておいてください。でこちらを、レジロン紙で、8ミリぐらいでミシンぐるっと走ります。はい、皆さんお疲れ様でした。こんな感じでね仕上がりました。今回はね襟元だけのねリメイクになってまして、ちょっとこうねカットになっててちょっとカジュアル感もねある感じですし、襟元少しねデザインのポイントになって着やすい感じかなと思います。またねこの襟元なんですけどもね、こうネックレスなんかちょうど綺麗にねこう見える襟元になるんですね。とてもね着やすい襟元だと思います。で前ねギャザーしまして、その分ちょっと前だけギャザーすると後ろとのね襟のバランスがね悪いので、後ろは、タックにしてます。ですね。後ろも少しねゆったりした感じなんでいいかなと思います。またねこれねギャザーとか入れてもね肩幅はもともとがちょっと広めなのでね全然狭くならないんですね。はい、またね試してみてください。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもね洋裁のことねいろいろ投稿していきますので、登録のよろしくお願いいたします。むーちゃんおやつタイムですね。おやつタイムね。はい、おやつタイム。お座りしてみて。お座り。賢いですね。もう一回お座りして。じゃおやつ、はい、おやつですよ。はい。